皆さんこんにちは。今回はですね、絶対に買うべきアクセサリーと必ずしも買う必要はないアクセサリーというテーマで話をしていきたいと思います。Apple Watch のアクセサリーっていろんなものがありますよね。好きなものだったり気になったものを買うのが一番ですが、どれを買えばいいのかいまいちピンとこない方もいるんじゃないでしょうか。僕の場合ですね、まず試してみようの精神でいろいろとアクセサリーを買ってきて、このアルミケースの Apple Watch SE 第一世代とともに1年以上使用してきました。長期で使用する中で、これは絶対買った方がいいと思うと感じるアクセサリーと、人によってはいるかもしれないけれども絶対買わないといけないほどではないなと感じるものに分かれてきたんですよね。あくまで個人的な意見になるんですけれども、 Apple Watch のアクセサリーって何買えばいいのと感じている方の参考になるんじゃないかと思って動画を撮っています。それでは早速いってみましょう。はい、ではまず最初に結論から話したいんですけれども、結論としては画面の保護フィルムだけは絶対買うべきで、それ以外のアクセサリーは人によって買うべきかどうか変わるんじゃないかなと思っています。理由としては、保護フィルムは特にアルミの本体ケースの場合になるんですけれども、フィルムがなかった場合、本体表面のガラスが結構傷つきやすいという明らかなデメリットがあるんですよ。一方でそれ以外のアクセサリーに関しては持っていないことがデメリットになるほどではないからですね。ここからそれぞれのアクセサリーに関して具体的に話をしていきたいと思います。話の流れとしては、まずは買うべきといった保護フィルムについて話して、その後にですね、その他のアクセサリーについて、それぞれどんな人が買うべきかについて話していきたいと思います。はい、ではまず最初に絶対買うべきといった画面の保護フィルムについてです。具体的な理由なんですが、特にですね、僕が持っているようなこのアルミのケースの場合ですね、イオン X ガラスというものが使われているんですけれども、これは傷つきやすいガラスなんですよ。Apple Watch は長時間つける人が多いと思うんですけれども、うっかり壁にぶつけてしまったりとか擦ってしまうことがたびたびあるんじゃないかなと思っています。そういった時に傷が残ってしまうと結構がっかりしてしまうかなと思うので、フィルムは買っておいた方がいいんじゃないかなと思います。一方でステンレスのケースの場合、これに関してはサファイアクリスタルという一般的な時計で多く使われている傷つきにくいガラスではあるので、そこまで必須じゃないかもしれないです。ステンレスモデルのガラスの傷つきやすさについては持っている人の感想を聞いてみたいところです。よければぜひコメントください。では話を戻して、実際どのフィルムを使えばいいのかなんですけれども、例えばですね、僕が使っているニマソの保護フィルムは貼った状態でも画面をタップする時の感度が落ちにくくて、さらにフィルムも目立ちにくいので貼ってる感じがあんまりしないんですよね。そういった見栄えの良さっていうところもすごく良くて、これは結構おすすめできます。参考リンクは概要欄に貼っておきます。ここからは人によっては必要なんじゃないかなと思ったアクセサリーについて話していきます。まずバンドについてです。バンドについては人によっては軽いバンドは買った方がいいのかなと思っています。軽いバンドの具体例としては、スポーツバンド、スポーツループ、ソロループ、ブレイデッドソロループあたりかなと思います。軽いバンドを買った方がいい方ってどんな人かっていうと、運動する時にApple Watchをつけたいという方だったりとか、寝る時にもつけたい方、要はですね、1日のうちほとんどの時間Apple Watchをつけて活用していきたいという方ですね。買った方がいい理由としては、長時間つける場合は重さだったりとかつけ心地にストレスのないものを選んだ方が Apple Watch をつけることを習慣化しやすいと感じたからです。一方でレザーバンドだったりとかステンレス製のバンドについては、個人的には長時間つけていると重さが気になってくるというか、腕に違和感があるので、軽いバンドを持っていないならぜひ購入して試してみてほしいです。実際には Apple Watch を購入するときにスポーツバンドあたりを選んでいる方多いかなと思うので、すでに持っている方は追加で買う必要はないんですけれども、あえて追加で軽いバンドをですね、もう1本買うとしたら、スポーツループは軽くて装着感がいいのでお勧めしたいです。ちなみに先ほど話したステンレス製のバンドだったりレザーのバンドの話なんですけれども、この辺のバンドを買った方がいい方というと、仕事で Apple Watch を使う方ぐらいでしょうか。絶対に買った方がいいというバンドではないと思っていて、仕事で相手に与える印象が気になる方だったりとか、単純に見た目が気に入るから買うものかなと思っています。個人的にはですね、見た目すごく好きなので、ステンレス製のバンドもレザーのバンドもですね、買って全く後悔のないアイテムでした。次に充電ドックについてです。これを買った方がいい人というのは、充電ケーブルが散らばるのが嫌な人であったりとか、より手軽に充電したい人ですね。付属の充電ケーブルを使うとケーブルの部分の長さが余ってしまってちょっと汚らしいんですよね。この辺は人によって感じ方が違うとは思うんですけれども、個人的にはそう感じてしまいます。ケーブルクリップで留めればいいというのももちろんあるんですけれども、もっとですね、綺麗な見た目にしたい方であれば充電ドックの購入をお勧めしたいです。例えばこのベルキンの充電ドックについては、デスクに置くとケーブルをうまく隠すことができますし、Apple Watch をドックに置いた時も汚らしく見えないのがいいです。
さらにはですね、このマグセーフに対応した iPhone であったりとか、ワイヤレスイヤホンの充電もここで可能だったりするので、これ1台で充電周りをスッキリさせることができます。充電ドックの魅力について、こんな感じなんですけれども、逆に充電ドックにお金かけなくていい方というのは、充電中の見た目なんて何も気にしないよっていう方ですね。もちろんこういった方も多くいらっしゃると思います。この話を聞いてちょっと充電ドック気になるなっていう方についてはぜひ試してみてほしいんですけれども、今紹介した充電ドック、これ1個補足でちょっと高いんですよね。なので簡易的な充電ドックであったりとか、安くて実用的な充電ドックもいくつか売っていたので、こういったものを最初に買ってみるっていうのはいいのかもしれないです。次にバンドのケースについてです。こういったものを買った方がいい方というのは、外出時にバンドを複数持ち運びたい方であったりとか、もしくはですね、バンドの収納方法に悩んでいる方だと思います。バンドってコンパクトなアクセサリーではあるんですけれども、いまいちしっくりくる収納方法が思いつかない方いるんじゃないでしょうか。外出する時にバッグに雑に入れるのは嫌とか、雑に棚にしまっておくのは嫌とか、そういった方はぜひ買ってみるといいのかなと思います。逆に買わなくていい方のイメージとしては、外出する時にバンドを交換することがないよという方であったりとか、別に収納方法にこだわりないよという方なのかなと思います。ちなみにですね、僕はこの今持っている5本入るバンドケースを持っています。で、これ個人的にはもう正直ぶっちゃけてしまうと、いまいち使えていないアクセサリーになっちゃってるかなとは思います。理由としては、すっきりバンドを収納できるというのは満足できたんですよ。こういった形でですね、5本収納できてコンパクトにまとめられるケースになっているんです。じゃあなんでいまいち使えてないのかっていうところの理由について話したいと思うんですけれども、これはですね、すっきり収納できるのはすごく満足できたんですよ。ただですね、いちいちケースにしまうのがめんどくさくなってしまったという、ツッコミどころ満載な理由なんですよね。個人的にバンドの交換についてはもうサクッと終わらせたいので、よく使うバンドは机の上に置いた方が現状スムーズに感じてしまってます。いちいちケースを開いて今まで使っていたのをしまってというのを繰り返していくうちに、机に並べてる方が楽じゃないと思ってしまいました。で、そうなるとこのケースの残りの使い道というところでいくと、持ち運び時に使うということになるんですけれども、僕はですね、1年使ってみて出かける時はせいぜい2種類ぐらいしかバンド使い分けないなということがだんだん分かってきちゃったんですよね。例えばレザーのようなかっちりとしたイメージのバンドとカジュアルなスポーツループといった組み合わせですね。で、2本しか持ち運ばないならケースを待たずにバッグのポケットに入れておくだけでいいやとなっていってしまった感じです。というわけで、収納と持ち運びに関してはもう間違いなく便利なケースなんですけれども、個人的には買ってみた結果そんなに使わなくなってしまいました。もし今の話に共感しそうな方がいらっしゃれば、そういった方は購入を回避していただいていいのかなと思います。次にですね、充電アダプターについてです。これを買った方がいい方というのは、いちいち PC に充電ケーブルをつないで充電するのが面倒な方だったりとか、 iPhone を充電する時のようにコンセントにつないでサクッと充電したいとか、外出先で Apple Watch を充電することがある方ですね。何を当たり前のことを言っているんだと言われてしまいそうなんですけれども、全くもってその通りで、ほとんどの方が購入することになるアクセサリーなのかなとは思います。付属の充電ケーブルを PC などにつないで充電する方ももちろんいらっしゃるかなと思うので、必須のアクセサリーとはしなかったんですけれども、充電アダプタか先ほど紹介した充電ドックのどちらかを購入する方が非常に多いんじゃないかなと思っています。で、じゃあ実際どんな充電アダプタ買えばいいのっていう話に関しては、 Apple 純正のアダプタを購入するのももちろんありなんですけれども、外出先でアダプタを使いたいという方は、こういったですね、複数の端子がついている充電アダプタを選ぶといいのかなと思います。これは CIO のものなんですけれども、この複数の端子がついていることによって iPhone だったり Apple Watch を外出先でも同時に充電することができて、すごく便利なのでおすすめです。はい、ここまでですね、自分が持っているアクセサリーについて実体験を踏まえて話してきました。ここからは余談になるんですけれども、僕が買っていないアクセサリーについても少しお話ししておきたいかなと思います。注意点として、実際に使ったわけではないものになるので、必ずしも必須ではないとは言い切れないです。なので、なぜ僕が現状必須でないと思っているのか、参考程度に、雑談程度に聞いていただければなと思います。まず Apple Watch 本体の保護ケースについてです。これはですね、本体にあまり傷がつきにくいと感じているので、まだ買っていないという状態ですね。1年以上このアルミケースの Apple Watch 使ってきたんですけれども、目立った傷がケースにないんですよね。傷つきやすいと言われているステンレスのシルバーのケースだったりすると必要になるかもしれないです。あとは何よりですね、見た目が好みのものがあれば買ってみたいと思うアクセサリーになっているので、もしですね、そういったものがあればぜひ買ってみて紹介したいなと思っています。あとは Apple Watch 用モバイルバッテリーですね。
モバイルバッテリーの活用についても一旦検討はしたんですけれども、僕の使い方だと外出中に充電が切れてしまうという場面がないので買っていません。あと買っていない理由としては、外出先で Apple Watch を充電する場合、その間 Apple Watch を使えないからですね。個人的にはなるべく外出先でアクティビティとか、そういったものを計測したいと思っているので、使えない時間帯があるというのはできるだけ避けたいんですよね。もしこの先ですね、この Apple Watch のバッテリーがへたってきてしまった場合は、購入することを再度検討するかなと思うんですけれども、もしかしたらその時には Apple Watch の買い替えを検討してるんじゃないかなというふうにも思っています。はい、今回は絶対に買うべきアクセサリーと必ずしも買う必要はないアクセサリーというテーマで話してきました。冒頭に話した通りですね、大前提自分が気に入ったアクセサリーを買うのが一番いいです。ただ、いろいろあってどれを買うべきかわからないという方もいらっしゃるかなと思ったので、参考程度に話してみました。今回の動画は以上となります。この動画が良かったらチャンネル登録と動画の高評価よろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。